どうも、男中村です。まさかこんな簡単にワインビネガーができるなんて思ってもみませんでした。前回の動画ではブドウジュースからワインビネガーを作りましたけど、あの方法ではちょっと手間がかかりますよね。あれはあれで作る楽しみがあってよかったんですけど、今回は違います。とにかく簡単なんです。ワインを買ってきて仕込んだら5日でできました。お酢はお酒を発酵させてできる発酵食品なんですよ。だからお酒を発酵させたら誰でもお酢を作ることができます。この動画を見ればどなたでもワインを買ってきて、そこからワインビネガーを作ることができるようになりますよ。このチャンネルでは普通の料理や一ひねりあるような料理や、また二ひねり三ひねりあるような料理を週1回ぐらいのペースで更新してます。チャンネル登録してくださいね。またブログ、ツイッター、インスタグラムもやってますんで、そちらもよろしくお願いします。それではワインビネガーを作ってまいりましょう。ワインビネガーの材料。ワインビネガーの材料はまず酸化防止剤不使用のワインです。酸化防止剤不使用でなければいけません。ワインをお酢にするには酢酸発酵っていうのをさせるんですけど、酢酸発酵っていうのはワインが酸化することなんですよ。だから酸化防止剤が入ってたらお酢になりません。必ず酸化防止剤不使用のものを使ってください。こういったワインはコンビニやスーパーでもどこでも売ってるんで手に入りやすいですね。ワインは赤白どちらでもいいです。赤ワインで作れば赤ワインビネガー、白ワインで作れば白ワインビネガーになります。次に市販のお酢です。酢作るのに酢入れんのかよって突っ込まれたことありますけど、はい、入れます。理由はですね、お酢作りにおいての最大の有害菌である酸膜性酵母の発生を抑えるためです。酸膜性酵母は酢酸でなく酢酸エチルという物質を作ります。酢酸エチルっていうのは酢酸と名前は似てますけど、全く違うもので、除光液とかに使われるシンナーみたいな物質なんですよ。そんなものが酢の中に発生したらもう台無しですよね。だから酸膜性酵母は絶対に発生させてはいけません。そこでお酢を入れるんですよ。酸膜性酵母は酸に弱いから、お酢を入れることでそれの発生を抑えることができます。お酢を入れなくてもうまくいく時もありますけど、確実に成功させるためにはお酢を入れた方がいいですよ。それとオイルコーティングされてないレーズン。レーズンの表面に酢酸菌がついてるんで、これを入れることによって酢酸発酵が始まります。レーズンの種類は問いませんが、オイルコーティングされてないものを使ってください。ワインビネガーを仕込む。大きめのタッパーにワインを 400ml、 重さで量を測ってます。多少の誤差は十分に許容範囲です。お酢を 200ml、 レーズンを 10g 程度入れて蓋をします。酢酸発酵には酸素が必要なので、蓋はピチッと閉めずに、かといって虫とかホコリが入らないようにほんの少しだけ空気の通り道がある程度に閉めます。また酢酸発酵に適した温度は 2、30 度なので、冬なら暖かい部屋に置いておいて、夏なら涼しいところに置いておきます。酢酸菌は液の表面に浮いてコロニーを作って酢酸発酵を行うんで、液の表面積が広い方が発酵の効率が良くなります。だから大きいタッパーに入れたんです。また混ぜたりすると表面のコロニーが壊れるんで、動かさないように静かに置いておくといいですよ。仕込んでから2日後、ちょっと様子を見てみましょう。まずは蓋を開けて匂いを嗅いでみます。次にスプーンですくって少し味見してみます。酢酸発酵が進んでいるかどうかはこのように匂いと味で判断します。酢酸発酵が進んでくるとワインのアルコールが酢に変わるんで、アルコールの香りが弱まって酸味が増してきます。この時は少し酢酸発酵が進んでるなと思いました。さらに1日後、また同じように匂いと味で発酵の進み具合を確認します。順調に発酵が進んでいる感じです。さらに2日後、また匂いと味を見てみます。酸っぱいです。もう酢になってます。それでは適当な容器に移し替えます。このような密閉容器に満タン入れると空気とほとんど触れることがないんで、品質を安定させることができます。また冷蔵庫に入れても品質を安定させることができます。この時はこれで OK だと思ってボトルに移し替えたんですよ。それでこのように恒例のお酢の試飲をやったんですよ。酸っぱいです。酸っぱいって言ってますね。
確かに酸っぱかったですよ。けどこれを飲み終わった時にね、なんかちょっと酔っ払いましてね、酔ったというか、なんかお酒を飲んだ後少しポワーンとなったような感じになりまして、それでアルコールがまだ残っていることに気づいたんですよ。そこで酢酸発酵のやり直しです。ボトルに入れたワインビネガーをまたタッパーに戻します。このワインビネガーはすでに酢酸菌が生きてるんで、このまま蓋をして置いとくだけでまた酢酸発酵が進みます。3日経過、トータルで8日経過です。また味見してみます。めっちゃ酸っぱくなってます。この自分がめっちゃ酸っぱいと思った感覚がほんまに正しいんかどうかを、蜜柑のお酢をちょっと飲んで確かめてみます。蜜柑のお酢の方が酸味が弱く感じました。蜜柑のお酢より酸っぱくなってるってことは、バリバリのワインビネガーの完成ですね。それではボトルに移し替えます。ワインビネガーの味。それでは改めて完成したワインビネガーを飲んでみましょう。これです。鼻近づけただけでツーンってきますわ。匂い嗅がんように飲まないと飲めないですね。酸っぱいです。酸っぱいです。ワインっぽい味します。もう多分アルコールは残ってないと思いますけど、ワインっぽい味がする。めっちゃ酸っぱいお酢です。美味しいです。旨味もあります。なかなか個性的なお酢ができました。こんなに美味しいお酢ができたから、これでドレッシングも作ってみようと思います。赤ワインビネガードレッシング。材料はご覧の通りです。動画の説明欄に書いておきますね。ボウルに赤ワインビネガー、オリーブオイル、塩、胡椒、ディジョンマスタードを混ぜます。蜂蜜容器にドレッシングを入れます。これで赤ワインビネガーを使ったドレッシングが完成しました。それではサラダにかけていただいてみましょう。このドレッシング容器は蜂蜜が入ってた容器なんですけどね、蜂蜜が入ってた容器は注ぎ口が足りにくくてドレッシングに都合いいんですよ。混ぜやすいですからね。ではいただきます。美味しかったです。ワインっぽい味がするような、気のせいかもしれないですけど、そんな味のするドレッシングでした。オリーブオイルの香りが結構強くて、ピリッと爽やかなオリーブオイルの香りがするんですけど、それに負けてないお酢の味です。美味しかったです。さて、今回はアルコール 11% のワインで仕込みましたけど、今までは水を足してアルコール 10% 未満にしたり、最初からアルコール 10% 未満のお酒を仕込んだりしてたんですよ。それで今回は 11% のお酒で仕込んだら、やっぱり酸味の強いお酢になりました。アルコールは酢酸の原料になりますから、アルコール度数が高いと酸っぱくなるんですよ。蜜柑の穀物酢より酸っぱかったです。蜜柑の穀物酢は酸度 4.2% です。酸度を測る術はないんで、自分の感覚を頼りにしますけど、この酸っぱさなら酸度 5% 以上はあると思います。ところで前回ご紹介した白ワインビネガーは完成まで45日もかかったんですよ。その時にレーズンについている酢酸菌は発酵のスピードが遅いって言いましたけど、今回は同じレーズンを使って8日間でできました。発酵のスピードが遅いっていうのは間違いでしたね。なんで発酵の日数にこんだけの差が出たのかはちょっと分かりません。酢酸菌は奥が深いんですよ。酢酸菌についての論文とか専門書とか読んでるんですけど、本当に酢酸菌は奥が深いです。お酢作りに活かせる情報があったらまたご紹介させてもらいますね。さて、お酢作りシリーズの次回はお米から作る米酢の作り方をご紹介したいと思います。お楽しみにお待ちください。はい、今回は以上です。
最後までご視聴いただきましてありがとうございました。